どうも小野田です。今ですね、私はマレー国際空港にいます。モルディブです。それで今からねシンガポール経由して、大阪に帰るわけですけども、今回はシンガポール航空を利用してね帰ります。それで行きはねエコノミーで同じ路線ね辿ってきたわけですけども、帰りはねビジネスクラスという形でね予約したので、ちょっと行きとはまた違った座席とかねビジネスなんで食事とかを紹介できるかなというふうに考えております。それでね今ね21時14分なんですよ、こちらの現地の時間で。それで深夜便になるわけですよね。残念ながらね、できればねビジネスクラス乗るのであれば当然昼のフライトに乗っていろいろ機内のサービスを堪能したいなみたいなね。夜だとねどうしても眠たくってね機内食も満足に食べれなかったりするんでね、そういった内容にはなるとは思うんですけども、そういったねビジネスクラスっていうのもあるんだよみたいなのね伝えできればなというふうに考えております。早速なんですけど今ちょうど2時間前ぐらいなんでね、チェックインカウンター探してチェックインしてみたいと思います。モルディブのマレの空港はこんな感じとなっておりまして、意外とだからバーガーキングとかあったりタイエクスプレスみたいなねところもあったり、スターバックスとかないんですけどもね、こんなとてもなんか心地よい、別に治安も全然悪くなさそうな、ね、雰囲気になっております。今ねバーガーキングの前にいるんですけどもね、やっぱりね噂は本当でしたね。あそこにあるねワッパーのね、ちょっといいやつダブルワッパーみたいなやつが15ドルがセットでねあって、だから1600円とかでありまして、普通のワッパーは12ドルで、1300円とかね、そんな値段なんでなかなかいいお値段しますね。こんな感じでバーガーキングとなっていて、横がタイエクスプレスみたいなのがねあったりして、非常にだからモルディブは物価が高いわけですよね。ただマクドナルドはなくて、大手の世界のチェーンだとバーガーキングがあるみたいな内容となっております。デイリークイーンってやつなんだな、それではねチェックインカウンターの前まで来ました。私たちが乗る飛行機は今回 SQ452 便シンガポール行きで20時10分って書いてあるやつですね。あれに乗って行きます。もうチェックインはね始まっているので、早速ビジネスレーンでチェックインしてみたいと思います。横にはターキッシュエアラインズがあったりとか、横にはエミレーツ航空があったりとか、なんかそこら辺の中東系とかね、そこら辺が多いような気がしますね。無事チェックインすることができました。その人もおらずにサクッとチェックインすることができて、ここでもうシンガポールまでと大阪までの航空券2枚もらいました。あとラウンジのインビテーションカードももらうことができました。エコノミークラスもねそんな並んでなかったんでね、すぐチェックインできたと思います。というわけで早速なんですけどもラウンジ行きたいと思います。あとねモルディブのお金がいくつか5000円ぐらい余ってて、なんか上にね両替できるところがあるっていう風に言ってたんで、そこで両替もしようかと思います。モルディブのお金はすごいね可愛いんですけども、ここから出ると両替できるところなんてほぼないと思うのでね、メルカリとかだともしかしたら売れるかもしれないですけど、基本的銀行とかなんで、モルディブのお金はマイナー通貨すぎて買い取ってもらえないので、多分ねインドとかタイとかでも無理だと思います。なんでここで米ドルか何か日本円以外の、レートがいいやつね買いたいと思います。ただいま出国してラウンジに行く前にお金を両替しようと思っておりますけども、結構もうレートの看板も出てないし、そもそもバンクオブモルディブって書いてるんで、日本銀行が両替してるようなもんなんで、国が運営した国営ってことなんでしょうかね。それもあってからちょっとねスピード感もないですし、どんなレートかも分かんないですし、でもね今ここでもう両替多分するしかないんでしておきましょう。ちなみにねモルディブのお金なんですけど、こんな感じでとてもね綺麗で評判なんですよね。ほらこんななんか書いてたりとか貝が書いてたりとかね、それで結構前の人とかなんか1ドルで両替してくれ、なんで今モルディブのお金両替してるんだみたいなね思ってたんですけども、どうやらお土産としてなんか持って帰りたいみたいなで、それでなんか両替してるみたいですね。でもね持ってても仕方ないんでね、ちょっと僕は全部これもコイン両替しようと思います。ユーロに変えることができる。まずねそもそも米ドルがダメってなぜか言われて、それで仕方なくねユーロで帰れないやつはまた戻ってきて、これはせっかくなんで記念に持ってきましょうかね。コインもこんなにもらっちゃって、モルディブのマレの空港なんですけど、こんな感じでお土産がいっぱいね売ってますね。
モルディブはさすがにね、お土産ね、いっぱい新婚旅行で来てる方も世界からね集まってるのでね、多いということでしょう。お店はね、バーガーキングとか、あとはコーヒーショップとかねあります。バーガーキングは大人気ですね。ではここにねラウンジがあるので、多分ここ入れるんですね。ここ入ってみましょうか。いろいろ取ってきたので、まあちょっとねビジネスクラスなんで機内食も食べない、お腹空かしていけないといけないんですけど、ついつい取っちゃいました。はい、ということでこんな感じででっかいポテトが、ね、あったりとか、チキンかな、あとはパスタ。このラウンジもそうですけど、モルディブってやっぱり場所が悪いんですけど、料理自体はすごい美味しいですね。やっぱり外国人のお金たくさん使ってくれる方がいるからか、やっぱり文化も発達してるってことなんですかね。ビジネスクラスと上級会員のお客さんだけでおそらくね、バス乗って飛行機の中に入るんだと思います。飛行機ね目の前にあるんですけど、雨降ってるということもあってか、バスで行くみたいですね。Thank you so much. Just to let you know that all bikes. Okay. 座席に着きました。今回は 20A という座席になりまして、ビジネスクラスで一番後方の座席になります。それで横に妻がいるような感じでして、2人でね、ビジネスクラス乗ってシンガポールに行く感じとなります。それで座席についてはこんな感じで、大きいディスプレイがあるんですけども、やっぱり見ていただけば分かると思います。結構色が古い感じになってて、これは以前ね、私関空からシンガポール来るまでボーイング 787-10 に乗った動画はもうすでに上げてるとは思うんですけども、その前に使われてた機材なんで、一部今も使われてるはずです。ウェルカムドリンクにいただきました。うまい。機材に関しては古い新しいありますけど、接客に関してはやっぱりね、ビジネスクラスはビジネスクラス、シンガポール航空はシンガポール航空になりますのでね、これでね深夜のフライトになるんですけども、もうね離陸する前に寝ちゃったらもったいないってやつなんですけども、これでねシンガポールに行きたいと思います。だいたい5時間ぐらいのフライトになります。タオルをいただいたんで、いやーねありがたいということで、顔ちょっと夜なんでありがたいです。でさっき雑誌とかもこうやってて、残念ながらね日本語の雑誌とかはなかったんですけども、なんで断ったんですけど、特にいらないですって、ミスター小野田って言ってくれたんで、客室乗務員の方はね名前をこうちゃんと覚えて、カンペとか見ずにね言ってるんで、それはすごいですよね。僕人の名前ね覚えるのすごい苦手で、特に外国人の名前とかだと全然頭入ってこないんでね、そう考えるとねこうね酔わずに言えるっていうのは素晴らしい、大変だなっていうふうに思いますね。というわけで間もなく出発すると思うので。Cabin Safety and Services Joint Flight Manager Mr. Lai Han-chun. You'll be assisted by Chief Steward Mr. Fabian Tan as well as 8 other crew members. Together they will ensure that you will be well looked after on this flight. We're expecting fairly good en route conditions to Singapore today with occasional cloudy conditions, so for personal safety, please observe the seatbelt signs when we're switched on. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. Assume
Holding the brace それで間もな position, く出発なん you ですけど can ね、 reach the seat in ここ front に of 荷 you, 物を入 lower れてた your んですよ。 head, and 当 place 然 it 入れ on ま the すよね。 back そ of し the たら car ね、 seat. こういうダメみたいな感じで聞かれて、結局まあ自分で上に入れるような感じになりました。 And heels towards your まあ seat. 逆にこうね、エコノミーと If 違 you って can't reach the seat in 大 front き of すぎ you, るからこう lower ガ your バガバに head なるのか and lean forward 置けない as far 感 as じ you になるんですか can. ね。ちょっとそ Place れは your ね、 hands on top of your head. って思いましたね。これはエコノミーの方がいいですよ Floor ね。やっ level ぱりここに lighting 荷 will 物 lead を置い you と to き your たいんでね。 nearest exit. そこはちょっと残念でした。 In Singapore or anywhere else in the world we take you. 離陸前ですけども、離陸後に飲み物何がいいですかみたいな感じで聞かれて、まあ私お酒飲めないんで、まあここでお酒飲めればね、本当はねいろいろ注文できるとは思うんですけども、まあ、パイナップルジュースみたいなのねあったんで頼んでみました。妻はノンアルコールのカクテルみたいな頼んでました。離陸前に聞くっていうのはあるのかな、なかなかないような気がしますけどね。シンガポール航空の、ね、ビジネスクラス今回私初めてになりますので、まあどういったものかっていうのもねちょっとね期待してるんで、やっぱりシンガポール航空っていうのは客室乗務員の、ね、サービスのレベル高いっていうので結構有名ですからね、特にビジネスクラスとなると結構航空会社の実力が分かってきますのでね、そこら辺をちょっとね眠いながらもお伝えできればなというふうに思っております。はい、今の感じだと、離陸前にそういったことを聞いてっていうのはいいとは思います。またね夕食離陸後のやつ聞かれてたんですけど、確かにまあねこう離陸前に聞くのもいいとは思うんですけど、帝国過ぎたんですよ出発の。でもなんか全然動かないなね機体がねということはね多分飛行機がちょっと遅れてるんでしょうね、まあだからね、モルディブのマレの空港がいつもこんな感じなのかちょっと分かんないんですけども、ちょうど今動き始めたような感じで、さっきエミレーツ航空がボンって上がってたんですよね。なんでちょっと詰まってたって感じなんですかね。やっと動き始めましたというわけで、ちょっと遅れた出発感だと思います。欠航に、ならないでよかったです。早速なんですけども、こんな感じで、おつまみとあとパイナップルジュースだっけ頼んだのが出てきました。妻はノンアルコールカクテルということで、お酒飲めないけどおしゃれなやつ頼むみたいな時はなんかノンアルコールカクテル頼んだらいいかもしれないですね。アルコール入ってないんで、ただのジュースってことですかね、つまり。ちょっと飲んでいい？いや、ちょっとつまりちょっと飲ませてもらいます。ノンアルコールカクテル。なんかジュースかこう炭酸が弱い、
なんともジュースですね、はい、そんな感じがしますね。パイナップルは別に生搾りでもないか。あ、でもうまい。それでおつまみもただね、エティハド航空が以前こんなね、私無償でアップグレードされた動画大昔上げたんですけども、めっちゃねあったかくてね、それをそのままこう温めてなんか提供してくれたんで、すごいこのねアーモンド思い出深いんですけど、残念ながらシンガポール航空はそういったのはないみたい、ちょっと冷たいみたいな感じになってます。それでもう焦げ方も機内食来て食べたらおねんねみたいなね感じになるんでね、こう機内の説明するのは今のうちなんですよね。なのでちょっと今のうちにざっくり説明しておきましょうか。こんな感じでね、まあコントローラーがありまして、まあこんな感じでね、すごい複雑なものになってるんですけども、ちょっと古いタイプですね。でここにこういう風にあるんですけども、これを使えばまあ横になったりとかね、結構浮きますけども、完全にフルにはいかないですね。フルフラットにはならないですけども、まあほぼフルフラットなんで、別にねフルフラットにする必要もないかなって、ここまでね倒れるなら、まあこんな感じの機体となっております。まあ、これがまた新しくさらにそのうちこの機材もボーイング787-10に変わるのかなっていうふうに思います。サイドにはコンセントと USB ポートがありますね。それでここ見ていただければ分かるんですけども、こう iPod の絵のデザインがあるんですよね。まあ、今時ね iPod 持ってるやつなんているかって話なんですけど、まあ、当時は最新だったんでしょうね。これも結構くたびれているって感じですかね。10年前ぐらいかな。普通に使う分にはビジネスクラスとしての機能は、まあ、十分とは思いますけど、ちょっとね色がやっぱりね、僕個人的にはすごいね、もうくたびれてる感じで、ちょっとなんかこれだとね昔の特急電車に乗ってるみたいな、ね、感覚になっちゃうんで、やっぱりこうね今風なデザインの方がいいですね、自分の気持ち的にね。結構こういったなんか、ね、雑誌とヘッドホンなんですけども、これとあとねこの機内メニューみたいな、もう爆発してね全然収まりきれない、ちょっとこれも不細工ですね正直ね。ここはちょっとゴミ入れたんですけど、これは何入れるか、傘入れるんですかね、わかんないですけど、なんだこれ、ワインボトルとかかな、わかんないですね。これも結構謎な機能なんですけどね、こんな風に鉄のボックスみたいなのがあって、まあ、ここになんか荷物とか財布とか入れるってことなんですよね。でもなんかあんまりなんか、ね、使わないですよね。まあ、あとはここにはシャツをかけるやつとかね、ディスプレイはタッチパネルではなさそうですね。こっちのコントローラーで操作するような感じとなります。トイレにもやってまいりました。正直トイレは結構なんか新しい感じがしますけどもね、すごいこんな感じで櫛とか生えてたりとか、なんかアメニティも入れといてくれて、まあ歯ブラシもあったりとか、まあ使ってねみたいな好きにね、はい、なってまいりまして、こんな感じでなんか香水みたいなのもありますね。それでお花もちゃんとこう太鼓具みたいに本物のお花がありますね。こんな作りとなってます。まあ量を足してね、また座席にちょっと戻りたいと思いますけども、なんせ眠いっすね。もう髪の毛は今日はねモルディブが湿気てることもあってか、なんかかなり調子が良くてね、全然寝癖がないみたいな感じになってる。ちょっと僕としてはベストなんですけども、もう眠いはい、まあ機内食もねもうすぐ来ると思うんで、ちょっと座席にもう一回すぐ戻りたいと思います。あとね、まあここなんですけども、まあこれねこんな風に出し入れすることができて、ここまで伸ばすことができるんですよ。ただ1人でビジネスクラス乗った時は結構横の人とのこう空間っていうのはくっついてますよね、ビジネスクラスなのに。
なんかこれが22の2の座席で独立した席っていうのがないんで、1人で乗るときのね結構エコノミーみたいな感じで横の人とこう隣り合わせみたいな作りになってるんですよね。それがだからボーイング787出してんではね、1列の独立席ができたりとか、もっとこれが真ん中席は2列なんですけど伸ばせたらプライベートな空間ができたりとかね、だからそういったところは改善されてるみたいですね。確かにこれだとちょっとね、私の横に誰か知らない人がいたらみたいなね、ちょっと気を使いますよね、かなりね、これだとね。それではね、早速機内食が出てきました。これはおそらく前菜ということなんでしょうね。早速美味しそうなんで食べてみたいと思います。これもらう。Thank you。こんな感じでナイフがね、いっぱいあるってことは何個か料理が出るということなんでしょうね。めちゃめちゃ冷たいです。マグロですね。うまい。あとは野菜みたいな。めちゃめちゃうまいです。これは当然いただきたいと思います。なんか夜なんですけども、もうねモルディブ時間だと0時30分なんですけども、だんだん食欲が出てきました。次々と料理が来て、多分これがおそらくメインの料理だと思います。でもさっきので正直ちょっとお腹いっぱいなんですけど、せっかくビジネスクラスでなかなか食べる機会がないんで、シンガポールコーク食べたいと思います。それ今回は私3種類メニューがあって、そのうちのエビを選んだんですよね。なんでエビがいっぱいあるみたいなね感じとなっております。ナイフは使わないから直接、これは何だろう。なんかわからん。かぼちゃか。それエビ。ちょっと味付けがしょっぱいですけども、めちゃめちゃ美味しいです。エビも2種類あって、こんな風にもう一つ違うエビが。そしてアスパラガス。苦いですね。ちょっと正直ごめんなさい、全部食べれるかわかんないんですけど、美味しくいただきたいと思います。またデザートもあるかもしれないです。夜食べるのは正直きついですし、何よりね眠いんですよ眠い中でフルコースの料理出されてもちょっとあれですよね、もったいないですよね。そういった意味で、だからもし時間調整ができるのであれば、ビジネスクラス乗るときはやっぱり昼のフライトを狙った方がいいです。夜だとねもったいないです。夜だから出ないってことはないんですけども、やっぱりこう断ってるお客さんとか実際何人かいらっしゃるんですよね。もういらないみたいな。でももったいないですよね。シンガポール航空としてもやっぱり高いお金をもらってるわけで、夜でも常にこう食事みたいなのは出さないといけないですけどね。美味しく食べるのはもう空腹の時とかね、夜じゃない朝とか昼とか夕方とかねにもう食べるのが一番いいと思う。だから深夜に食べるのは良くないですね。だからちょっと今日のフライトはきついです。嬉しいんですけどもね。メインの食事は下げられて、次さっさとね食べてくださいみたいな、ちょっとせかされるような感じでデザートが来ました。パイナップココナッツムースということで、こちらがそれになります。早速なんですけど食べてみましょう。美味しそうですか。なんかね、ちょっと東南アジアっぽいようなシンガポールのメジャーなデザートなんですかね。これは正直うまいですね。めっちゃ。これがなんかたまに東南アジアとか行ってありますけど、このねココナッツがちょっとね硬くて、僕は個人的にはあんま好きじゃないかな。でも美味しいです。これ全然こんな感じで苦しみながらビジネスクラスをね深夜
1時にねフルコース食べて楽しんでいるのかな締めのコーヒーみたいな、ちょっとできればさっきのねムーズと一緒に飲みなかったんですけど、コーヒーね、まあ普段夜にねコーヒーなんて飲まないんですけど、コーヒーかティーかって言われてコーヒー思わず注文してしまいました。もうね入れたてです。うまいです。分かんないですけどね、ポットからこう、いやでも入れたてだと思いますよ。めっちゃ普通のエコノミーで出されるコーヒーよりも全然美味しいです。温まりますね。シンガポールはお茶も有名なんで、お茶にしてもよかったかもしれないですね。多分イリーコーヒーで、こっちがね妻がティーを頼んでくれたんですけど、 TWG って、結構ねシンガポールで有名なお茶です。これを飲めるんで、ぜひとも、お茶ね、シンガポール航空乗るときはこれ頼んでみてください。ビジネスクラス乗る人、コーヒーとか飲んでたらもうね、あとなんと3時間ぐらいで着くというね、ちょっともう今から寝てシンガポール7時ぐらいに着くんですけど、なかなか辛いですね。逆にエコノミーでね、座席に座った瞬間から寝る方がむしろいいんじゃないかねみたいな感じのフライトかも、フライトだと思ったり思わなかったり、まあね仕方ないです。なんで今からちょっとね、せっかくビジネスクラスなんで横になって寝ようかと思います。Door is now 6:30 a.m. and where traffic control permitting, we should be landing 10 minutes past 7. As for the weather, it's reported to be fine conditions over Singapore at this time, with partly cloudy skies and a ground temperature of 28 degrees Celsius. Once again, on behalf of Singapore Airlines and my crew, I'd like to thank you for flying with us today, and I wish you a pleasant day ahead. Cabin crew, please prepare for arrival. Thank you. おはようございます。おはようございますと言っても全然寝てないんですけど、ちょっと寝てらもう着くみたいな感じでね、あっという間のビジネスクラスで、もうねシンガポールに間もなく到着しそうな感じですね。じゃあちょっとね、朝日が今出てるような感じですね。とても綺麗です。というわけでちょっとねジュースももらったので、うまいっす。座席も直して着陸態勢に入ろうとしています。やっぱりね倒したままねできればついてほしいみたいな感じで、ちょっとね今はすごい残念ですね。だからいやもうこれは仕方ないことなんですよね。というわけでね、ちょっと中途半端に寝たままシンガポール到着で複雑な心境でございます。
Frankfurt. If you have a connecting flight on Singapore Airlines, please note that the boarding gate will close 10 minutes before the scheduled departure time. It's been our pleasure to be on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines and members of the Alliance. シンガポールに到着いたしました。眠い。もう朝の7時となりますのでね、総括についてはまた外でお話ししてみたいと思います。機内の外に出ました。今回持ってきたやつはあそこにありますね。空港はとても涼しくて快適ですね。定刻通り飛んでくれて非常に良かったです。やっぱりね、眠たいって中でビジネスクラスのでね乗るのはもう機内の中でも紹介しましたけれども、なかなかねもったいない話で、機内食っていうのもなかなか食べれないですしね。それでこう睡眠時間も削られますし、逆にいいことないみたいなね感じになっちゃいましたね。私はねどっちかというと次のフライトシンガポールから大阪までボーイング787なのでダッシュ10でねビジネスクラス乗りたいので、この路線もビジネスクラスに今回したわけですけども、で可能であればやっぱりね昼のフライトのビジネスクラスにしていたと思います。今回はねそれの関係もあって、マレーからシンガポールっていうのはこのシンガポール航空だとこの時間帯しかないんで、仕方なく乗ったみたいな感じになるんで、もしね皆さんビジネスクラス乗られるときは昼のフライト選べるのであれば選んだ方がいいですね。というわけで、そんなねビジネスクラスもあるというご紹介でした。皆さんお気をつけください。この動画が面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また私 Twitter、Instagram、ブログやってますので、ぜひともそっちのフォローとチェックもしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じでチャンギ国際空港からお伝えしました。それでは。